Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんは元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、皆さん、この服覚えてますでしょうか？ちょっと前の動画でですね、アウトレットですごく気に入った服を安く買えて嬉しいっていう話をしたかなと思うんですけど、この服をやっと着られる季節になりました。はいね、なんか秋に入ってもう秋というか冬みたいなちょっと寒い気温になってきたんですけど、前回もちょっと言ったんですけど、半袖の時期が終わって長袖を着る時期になったので、やっとこれを着ることができてとても嬉しいですはい、みずきです。チャンネル登録お願いします。で、今日もですね、一人でポッドキャストを撮っていこうかなと思うんですけど、今日は一体何の動画でしょうか？分かった方すごいと思うんですけど、今日はですね、私にとってすごく嬉しいことがあったので、この動画を撮っています。今日本当は別に動画を撮る予定はなかったんですけど、急に動画を撮りたいなと思って撮っています。はい。で、何の動画かと言いますと、やっと近所で自分の好きな美容院を見つけた、やったーっていう動画ですはい、本当にね、今日、さっきですね、美容院に行きまして、髪をちょっと切ってきました。はい。ね。で、ちょっと前の動画でですね、これも話したかなと思うんですけど、ね、見てくれた方はわかると思うんですけど、私がそう茨城から愛知に来て、で、近くでね、美容院を探してたんですよ。で、前回、ここのね、この家の近くで初めて、自分で調べて行ってみた美容院だったんですけど、ちょっとね、お願いしたことと違う髪型になっちゃって、すごく悲しい結果になってあーってなって、悲しいなーって動画をそのままその日に撮って出したっていう動画がね、この前ね、あったと思うんですけど、今回は逆に、そう違う美容院また見つけて、行ってみたら、今日はもうめっちゃいい。自分が思ってた通り、もうこうしてくださいって言ったら、本当にその通りにやってくれて、もうすごく嬉しい、ハッピーっていう感じで、今日もまたそのまま動画撮ってます。はい。でね、何ちょっとなんか、可愛いって言ってほしいんですかあなたみたいな。可愛いって言われたい動画ですかみたいな感じだと思うんですけど、違うんですよ。ね。で、そこで思ったんですよね。一個は、自分の思った通りのいい髪型になって嬉しくて撮ってるんですけど、もう一つは、じゃあ、なんで、自分にとってそこがいい美容院って思ったか。うん。その日本の美容院、何個か行ったことあるんですけど、その行ったことのある日本の美容院でどうしてそこはすごくいいって思ったのかっていうのをちょっとシェアしようかなと思って、忘れないうちに動画を撮っております。はい。うん。っていう感じです。で、まずですね、前回、他のね、前回美容院に行ったのが4月ぐらいで、今もう10月なので、前回行った時から半年経ってるんですよね。うん。で、そんなに髪の長さは気にならなくて、別にまだ伸ばしてもいいかなって思ってたんですけど、やっぱり私の髪は放っておくとボリュームがすごくどん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 増えていってしまうんですよ。はい。で、こう一つに縛った時に、なんか縛った時の量がすごく気になるなって思って、すごく量が増えてきたなって思ったので、すくっていうんですけど、量を減らすためにまた美容院に行こうって思ったのがきっかけでした。はい。で、ちょっとね、申し訳ないんですけど、その前回の美容院にはもう行きたくなかったので、他の美容院でなんかいいとこないかなって探してたんですよね。うん。で、そしたら、前回のところは車で10分ぐらいかかったんですけど、今回見てて、あ、ここいいかもなって思ったところが、なんと、うちから歩いて5分のところにあるっていうね、素晴らしい近さ。ね、歩いて美容院に行けるっていうね。それぐらいそう近いところでちょっといいかもって思ったところがあったので行ってみました。はい。
でそしたらね結構ね良かったんですよ。はい。でまず何が良かったかというとサービスですね。そうまず、お店着いてじゃあちょっとお待ちくださいね、そこかけてお待ちくださいねって言って、そう椅子に座ってお待ちくださいっていうのをかけてって言うんですけど、かけてお待ちくださいねって言われて、私がちょっと早く着いたのでそこで待っていて、で、時間になってほんとぴったりぐらいでしたね。予約した時間ぐらいに担当の方が来てくださって、でお荷物ロッカーにどうぞって言ってくださって、そうお客さんの荷物を入れておくロッカーがあって、でちゃんと鍵がついてて、でそこに荷物預けて、ロッカーに入れて鍵かけて、でその鍵を預かってくれて持ってくれてたんですけど、はい。なので必要なスマホとかは持ってたけど、それ以外はそこに預けて、で、髪切ってもらう椅子の方に行きました。で、今回ですね、なんか日本で美容院探す時にすごく有名なサイトがあって、ホットペッパービューティーっていう美容院たくさん予約できるサイトがあるんですけど、そこ見てたら今回のお店で、新規の方限定、新しい方限定ですね、初めての方限定のクーポンがあって、でカットだけなんですけど、ちょっと普通より安いですよみたいなクーポンがあったので、それを使って予約して行ったんですよ。そうでカットだけの予約だったので、そんなになんかそれ以外はあんまりないかなって、特にやることないかなって思ったんですけど、まず行って、で案内されて椅子に座ったら、新しいところで初めて行ったので、まず名前とか住所とか書いてくださいねって言われて登録して、でその後じゃあ多分今まで行ったことあるところだったら、じゃあどんな髪型にしますかって聞かれて答えてっていう感じだったんですけど、そこはなんか結構ちゃんとカウンセリングをしてくださるっていう形だったんですよね。そうなので資料見せてくれて、髪について結構質問してくださったんですよ。そうでまずなんかカットする時で基本的にはシャンプーとトリートメントしてくださるんですけど、でじゃああなたに合ったシャンプーとトリートメントを、使うので、そのためにカウンセリングさせてくださいって言われて、で資料ね見せながら、じゃあ悩みどれありますかって聞かれて、ちょっと肌が乾燥してるとか、あとは髪が量が多くてごわつくとか、あとはパサパサしてるとか、そうですね、もっとしっとりしたいとか、もっとふんわりさせたいとか、いろんな項目があって、じゃあこれはそうですね、はい、これはいいえ、これははいって言って、自分の髪質の悩みとか、あと髪の特徴、髪が硬いか柔らかいか普通かとか、そういう質問に答えていって、じゃああなたに合ったシャンプーはこれです、じゃあタイプ B ですとかってなったら、じゃあ今日はこのシャンプーとトリートメント使いますねって、言ってくださって、なんかそんなねカットのプランだけで予約したのにそこまで考えてやってくださる美容院なんだ、すごいなって思ったんですよ。で選んでくださった、ね、シャンプーとトリートメントで洗ってくださって、そしたらなんかねいつもより髪がサラサラになって、すごいなと思って、そのシャンプーとトリートメント欲しくなったんですけど、多分高いかなと思ったんで買いませんでしたけどね。はい、いいなって思いました。でシャンプー終わって、で、その後ね髪切っていくんですけど、じゃあどれぐらい切りますかって言われて、チャイムが鳴ってる、またはい、そうでどれぐらい切りますかって言われて、髪の長さはそんなに変えるつもりはなかったので、じゃあ2、3センチぐらいでお願いしますって言って、ちょっとだけで大丈夫ですって言って、でなんですけど量がすごく気になってるのでたくさんすいてくれると嬉しいですって、髪減らしてほしいですっていう風に言って、分かりましたって言って、であともう一つ日本人にとって前髪めちゃめちゃ大事なんで、結構大体いつも聞かれるんですけど、
大体というかほとんどです。ほとんどいつも聞かれるんですけど、前髪どうされますかって聞かれて。で、いつも私、眉毛と同じぐらいに揃えて切るのが好きなので、前髪は眉毛と同じぐらいまで切ってください。お願いしますって言って。で、前回の動画で私がいっぱい文句言ってたと思うんですけど、ここ、前髪と普通の髪の間にあるこの遅れ毛っていう微妙な毛があるんですけど、これも大事なんですよ、日本人にとってはい。で、そうで、その美容院に行く前にちょっとこことここの量のバランスが変で、自分でね調整してたりしてたので、そうあんまりバランスが良くなくて、ちょっとそれって思ってたので、ちょっとここバランスよくしてほしいですって、同じぐらいにしてほしいですって、そうあと長さ整えてほしいですって言ったら、もうね完璧ですね、その方完璧で、もう本当に左右同じぐらいの量にしてくださったし、長さもここで揃えてくださって、前髪とこの毛と中間の毛とあと後ろの毛みたいな、めっちゃバランスいい感じにしてくださったんですよ。もうね感動しましたでもう本当になんか思ってた通りにずっとやってくださってたんで、もうほとんど私何も言わなくて、そうあとはね楽しくおしゃべりしてっていう感じでしたね。で、全部終わって乾かしてもらって、で最後このねアイロンでヘアセットもしてくださったんですよ。はい。でこれもそう前の美容院では丸くしないでって言ったのに丸くされたって言って私怒ってたじゃないですかね、もし見てなかった方はそっちの動画も見てください、ぜひ。はい。で怒ってたんですけど、今回は特にどういうヘアセットにしてくださいとかは私何も本当に一切言わなかったんですよ。言ってなかったんですけど、そのお姉さんが多分似合いそうな髪型にしてくださって、でもともと外羽好きなんですけど、こう一回中に入れてから、外に跳ねさせるっていう外羽にアイロンでしてくださって、で外羽いいですねって言ってくださって、あ、分かってくださっているって言って、こう丸くしないで外羽にしてくださったっていう、もう完璧です、ありがとうございますってめっちゃ思って、はい。もうずっと一生大丈夫ですかって聞かれても一生はいありがとうございますってずっと言ってましたはいっていう感じで、そのねサービスがいい、そして優しい、そして思った通りの完璧な髪型にしてくださるっていうのがすごく良かったです。はい。で最後ね、値段ももちろん重要じゃないですか。はい。で、ちなみに前回行った美容院のそこもカットだけお願いしたんですけど、その時の値段が5700円でした。今ね美容院の値段もどんどん上がってるので、5700円っていうと別に安すぎじゃないし高すぎでもないし普通ぐらいかなだと思います。はい、今ね。はい。でそう5700円だったんですけど、今回のところはその新規の方向けのクーポン使って、その前回もね新規だったんで使ったんですけど、今回はなんと4950円でした。はい。なんとね5000円いかないっていう、しかも前回より安くてめちゃめちゃ満足度が高いっていう経験を得られて、私はとてもとてもとても幸せですはい。そうでもじゃあそんなねいいところ次から高いんじゃないって思うかもしれないんですけど、実際私も思ったんですけど、でも見てみたら全然2回目の方からでもクーポンがあって、で5200円だったかな。そうなので5200円でもね全然前回のところよりは安いので、いいじゃんって思って、そうねその美容院でまたねカットとかあとカラーとかねもうやってみたいなって思いました。はい、めっちゃ嬉しいです。家から歩いて5分のところでめっちゃいい美容院見つけました。やっと見つけた、嬉しいはいね、そう茨城にいた時はずっと知り合いの方に切ってもらってて、その方すごい上手で好きなので、もう地元では好きな美容院あるんですけど、この愛知県でなかなか見つけられてなかったので、今回見つけることができてめちゃめちゃ嬉しいなって思いました。はい。皆さんはどうですか？皆さんの国で美容院に行くとき、どういう基準、どういうことを考えて美容院に行きますか？そう皆さんにとっていい美容院と、良くない美容院
何かね違いがあったらぜひコメントで教えてください。皆さんの美容院の経験もぜひね聞きたいので教えてください。はい、じゃあ今日はですね最後にこれも思いつきなんですけど、ちょっとお母さんに電話をして、髪型どうって聞いてみたいと思います出るかわかんないんですけど、ちょっとここにパソコンを用意したので電話してみたいなと思います。でもどうだろうな、いつも音声だけで電話するからビデオ通話出てくれるかわかんないんですけど、聞こえますか新しいパソコンになって音の大きさどうかな。出てお願い。あ、出た。もしもーし。はーい。あれもしもーし。ですね、今動画を撮っておりまして、はい。で、急遽ちょっとまみちゃんに電話しようのコーナーです。おはい、なのでちょっと、まあ1分ぐらいだけ喋って、一回動画終わったらまた後で電話してあげるわかった。今日はですね、この前回の美容院でちょっと悲しい結果になって悲しいっていう動画を撮ったんだけど、今回はめっちゃハッピーっていう動画を撮ったから、最後にまみちゃんにこの髪型を見てもらって褒めてもらおうかなとなるほど。どうですか、見えますか？見える。大丈夫？どうですか？私は映ってない？映ってないよ、スマホで撮ってるから。これパソコンだもん。可愛いってさっきね昼間ね写真送ってくれて、そうで見て本当に似合うと思って、お世辞抜きにすごい可愛かったの。だから多分みずきがすごいこういう風にしたかったっていうのを伝えたのを上回る感じになってるような風に見えた。なんか前髪とかはもちろんなんか聞かれたからこんぐらいにしてって言ったんだけど、普通にその最後のヘアセットは何にも言ってなくて、でもなんかめっちゃ感動するレベルのいい感じにやってくれたからめっちゃハッピー。そうだね、よかったね、本当に。なんか今までで一番いいかも。良いでしょ？いい、本当によかったね。そう、なんか上手なきっとショートとかぐらいが上手な美容師さんなかなかほらね探すのよく大変って聞くから、ショートの人、そうショートじゃないけどね、でもショートじゃないね、まあボブ。そう、その人なんかね一応ねミディアムロング限定って書いてあって、でもミディアムだったからいけるかなって普通に、まあ大丈夫だった。そう、そんな感じで、ありがとう見てくれて今褒めたよね、めっちゃ。ただ褒めてほしかっただけ本当にまあでも、すごいよくいい感じよ、本当に水木に合ってる感じ。ありがとう。じゃあちょっと一旦切るね。はい。はい、バイバイ。はい、ということで、まあお母さんなんでね、お母さんに電話して今ビデオ通話して、見てかわいいって言ってただ可愛いって言わせるっていうだけの、コーナーを撮りましたはい、まあね、そんな感じで、今日は日本の美容院について、私個人的にいい美容院について、はい、話してみましたがどうでしょうか。皆さんもね、ちょっとさっきも言いましたが、皆さんも美容院の経験ね、何かありましたらコメントでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントたくさんよろしくお願いします。はい、そしていつも通り、日本語のオンラインレッスンプレプリとiTalkiでやっておりますので、もし興味がある方は一緒に日本語を話しましょう。聞いてください。はい、それじゃあ皆さん、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは今日はここまでにします。また次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.